前だ。ただでさえ見た目がバグっているような LSD。普通に遊んでいても、もはや何がバグで何がバグじゃないのかよくわかりません。ゲーム界のバグのようなゲームでもありますが、今回は来月でそんな LSD をプレイして15周年を迎える私が、この約15年間で見つけたバグを紹介していこうと思います。来ましたね。来ましたね。明らかにおかしな世界が広がっていますね。はい。これが僕が前に言ってましたバグテクスチャでございます。こちらが初めてバグテクスチャに遭遇した様子です。もともとバグテクスチャの存在は認知していたため、そこまで大きなリアクションはしておりませんでしたが、内心はものすごく高ぶっていました。それから今日に至るまで様々なバグテクスチャに遭遇してきまして、現在はある程度意図的にバグテクスチャを引き起こすまでに至りました。バグテクスチャはその名前の通りのバグで、一見すると奇妙奇烈な世界観をさらに奇妙にするイベントにも見えますが、開発者もリリース当時は認知していなかったものなのでした。その実態は、ゲーム内の処理が蓄積することで負荷がかかり、フィールド間のリンク移動などが正常に行われなかったために、前のフィールドのテクスチャが強制的に次のフィールドに適用されてしまっている状態がバグテクスチャの正体です。ゲームが不安定な動作になることで、一旦元に戻ったように見えるものの、またそのテクスチャが引き継がれるパターンや、局所的にあるフィールドのテクスチャが残り続けるパターンの2種類のバグが存在します。また、この時テクスチャが使用されているキャラクターは正常に処理されず、キャラクターの周囲に当たり判定と思われる範囲でテクスチャが貼り付けられています。長い廊下の世界はバグの温床です。バグは基本的に特殊な演出がプログラムされている場所で想定外の挙動をするものですが、このフィールドの演出は LSD のどのフィールドにも存在しないためバグが発生しやすいです。その例として、昔リデン君の動画で紹介したフリーズの現象が起こることもありますが、弾き飛ばされるトリガーを利用した様々なバグが発生します。例えば、このように不可解な挙動の末にフィールド外に吹き飛ばされてしまうケースもあれば、こういった無茶苦茶なバグも存在します。また、この弾き飛ばした後のフィールドに影響してしまう例もありました。で、ここで上を見てたら判定がないので、上を見ながらちょっとずつ進んで、斜めのこの角に向かうんですね。で、ギリギリまでこう近づいて、下ろすんだっけね。まだやった。お。これいけるか？うおー、来た！どー笑っちゃう。毎回笑っちゃう、これ。こんばんは。すごいよな、あれ。そうはならんやろ。いや、ほんと。そうはならんやろって感じよね。すももろやれや。うわーって。あ？何あれ？知らねえバグ見っけてる俺。待って待って。これ何？これ何？なんか通路できてるんだけど。
知らない。ちょっと待って。これ、壁抜けできるかな。壁抜けしたいな。これ何？一瞬見えるな。うわ、なんかうわキモキモい道できてる。待って。長廊下が発生してる。フィールドに。見たことない、こんなん。ダメだ、これ。いや、フリーズしてる。ここ、立ち入ろうとしたらフリーズすんのか。LSD を15年にわたってプレイしているとハードの限界が来てしまうことがあります。私は現在、初代 PS が2代目、PS2 が2代目と長く使ってきたハードが動かなくなり別のハードで動作させながらプレイしておりますが、1代目の PS1 をプレイしていた頃はハードが不安定だったためにバグが起きてしまうことが多々ありました。よくした。バグってんのかと思った。なんか何これ。これ何待って。バグってる。やっぱり。LSD がバグってる。足音が変になっちゃった。あれ本がめちゃくちゃな本だ、これ。あれ待って。すごいよな。平気な顔して動いてるからさ。でも、オペラ歌手はちゃんとなっとるな、SE。ちょっと、怖いから。やばい。やばい。ここダメだ。歩けない。怖い。待って。やばい。止まんないかと思った。ハウリング地獄じゃん。はしゃ怖いんだけど。やだー。LSD が壊れた。これガチで壊れてるじゃん。さあ、そして私はね、この、キャプチャー。なんですか今のは。俺は4階にいたはずなのに4階に戻ってきている。俺は4階にいたはず。今のは一体。俺は4階にいたはず。俺は、ここから来て。おかしい。この明月を、何かが狂っている。降りれないんだけど。でも自然界引いてくれた。自然界だったらまだ、しかも大丈夫。足音。ここどこ？でも、橋大丈夫かな渡って。うるさくない？これ、やばい。怖い。やだ。ちょっと待って。呪われる。これらのバグは再現性もなく、最初は15年使い続けていたディスクの方を疑ったのですが、別の PS2 で動作させると正常だったため、原因がハード由来であると断定できました。見た目から BGM まで非常に興味深いものでしたが、SE がとんでもないボリュームで再生されるため、人を壊しかねないバグでもありました。動作が不安定になることによって発生するバグは他にもあり、バグテクスチャよりも稀ですが、なんで草生えてんの？ちょっと待って。ポーズができない。なんで草生えてんのあそこに。絶対にあそこに草生えんのおかしいんだよ。大変なこと起きてる。絶対おかしいんだってそこで花生えんの。動いてねえし。ほら、もうめっちゃ重たいもんだって。クマが鼻に侵食されとる。どうした何が起きとる？鼻の裏側見れるんじゃない？初めてかも。本邦初公開。鼻の裏側です。これ鼻リンク判定あんのかな？何これ？なんで鼻出てきたの？ついてくな。行くな。
何してんの行くな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 。鼻の裏側初めて見たな。なんだこれ。ついてくな、ついてくな。何が起きとる。あ、鼻切っちゃった。のように、キャラクターの近くあるいは同一座標に別のキャラが出現してしまうものがあります。ある程度 LSD をプレイしていくと、意図的に動作に負荷をかける方法みたいなものも見つけることができ、これらを出し消しバグと名付けております。貴重っちゃ貴重なデジタルコンテンツ、ではあるから。そう考えてみると、LSD の、プロモーションカードとか、ポストカードとか、ね、ありますが、それらはね、こう、紙媒体として物理的に残っているのに対し、やっぱりそういうデジタルデータっていうのは、あ、やばい、バグった。来た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 。今、矢印が、変なとこに矢印あった、今。どうしましょう。これね、下手に歩くとマジでフリーズしちゃったりしちゃうので、今確認したいのは、観覧車のところに矢印が出てきちゃってるかどうかを確認したいですね。重い。重たい。超重たいです。今全力で前ボタンを押してます。超重たいですが、矢印は見えない。矢印一瞬出てきただけでどうやら消えてしまった様子。あるいはだが、観覧車の上の方になんかひっついてたりするかな。その可能性もゼロではない。いや、ひっついてる様子はない。そう、来た見れた矢印映った。てかまだいるまだ矢印ある。突き刺さってる、あそこに。いるよ。突き刺さってます。矢印が観覧車に突き刺さってます。ここで出し消しできるのおばあちゃん。おばあちゃんがぶっ壊れた。すげえ近寄りたいんだけど、壁が。ちょっとずれてるけど、いけそう。戻れ。よし、ナイス。顔面がギチギチに埋まってる。焦る。LSD では焦った方の負けだ。いけた危ない。うわこれはやばい。おばあちゃん、食べられてる。待って。おばあちゃん、フリーズした。おばあちゃん。さあ、あと1分。あと1分経てば、兵士に会いに行きます。ちょっととりあえず会いに行くね。なんかな。は逆襲始まってるんだけど。なんこれ。おもろ。本来はね、兵士が狙ってる先に被害者がいるはずなんだけど、被害者が柵飛び越えて兵士のとこにおりますね。おもろこれ、なんこれ。バグってるやん。これやばいな。これどうなってんのこれ。重い。もうすでに重い。丸連打してるよ。丸連打。もう一人いるんだ。奥に。で、背後霊かい。いや、お前がやったんけ。で、リンクします。で、この、倒したけど、あいつも、マジか。この後俺そっか。俺はあっちに触れたんだ。あいつ、うわー
バグに散らかしてる。で、ご覧の通り、画面が真っ暗で BGM もあるという状態ですね。うわ、黒紳士おったんか。あー、道路の方でしたね。いやー、おもろ。お前がやったのか。原理としてはいずれもキャラクターを出したり消したりすることでゲーム内に負荷をかけております。もともとは自然界の親子が増えるイベントをこのようにして発生させていたのですが、他のキャラにもできないかといろんな場所で試していたところ、このバグが発見されました。とはいえ、いつどこでゲームが不安定になるかははっきりとわかりません。長時間続けてプレイすることで処理が蓄積されていくと思えば、開始してすぐ発生するバグも存在します。最後に、よくわかっていない未解明のバグを2つ紹介します。あれ今変じゃなかった？今の変だったよ。何があって、今の変じゃなかった？今の奇数日やったろ？奇数日なのにさ、観覧車の向こう側に兵隊さん見えたよ、今。特にこのフラッシュバックのバグは奇妙で、LST のキャラクターは主にプレイするゲーム内の日付が奇数の日か偶数の日かで出現が決まっているのですが、奇数の日の観覧車の後ろで偶数の日にしか出ない兵隊が歩いていました。チートを利用することでデイをマイナスにすることができて、この時にはどうやら偶数奇数のキャラクターが入り混じることがあるそうなのですが、何か関係があるのかもしれません。現在、作業用 LST 実況の方でもフラッシュバックは地道に検証中であります。何？待って、何これ？何？何これ？何連れてってんの？何これ？ちょっと待って。よくわかんない。何これ？何？これ何？暗くてよくわかんないんだけど、何これ？俺あれか、何これ？俺、なこれ。俺あれかと思ったよ。一瞬飛行機がさ飛んでくるじゃん。ブーンって。で、通過していって、その倉庫街の奥の方に行って、すごい遠くの方で落下するっていう、ずっと見てたらそういう風になるイベントがあるんだけど、なんか飛行機がこっちに墜落してそれが残ってるみたいなの思ったけど、今日偶数日で飛行機ないし、なんか、UFO が光を放っている。でもこの UFO ある程度行ったら消えちゃうから、もうずっと進んでったら消えますね。なんだこれ。結局よくわからん。しかもなんか動いてたね、光。終わったー！しかもすっごいギリギリで止めてたんか、俺。UFO には赤いライトのテクスチャと思われるものが付随しているのですが、これは形的にバイオレンス街の車が受水した水しぶきのポリゴンがくっついてしまっているように見えます。こんな形のバグは他に見たことがありません。そして現在もなお配信中にバグが発生するなど見たこともないものに遭遇する機会はまだまだあります。あ、バグテクスチャになってるやん。バグテクスチャできました。急やね。急や。そう。唐突。やばいこと起きてる。電車が鳴ってる。どこ？めっちゃやばいバグ起きてる。知らない。は？お前？やばい。知らない。うわ、終わっていく。めっちゃ重い、ほんで。
こんなバグ起きるの？え？ C データがない。あれ？あら？こんなん初めてやな。C データがない。読み込めてないんかな？こんにちは。こんにちはじゃないや。こんばんは。おはようございます。C データ復活してくれ。別に、何のデータか。ああ、このデータだったのね。C データがなくなってた。他にも軽微なバグやバグっぽい仕様などはありますが、小ネタなどの範囲なので本日はここまで。もしこの動画が興味深ければ、チャンネル登録や高評価、コメントやハイプなどで応援していただいて、LSD の新しい景色を一緒に見ていきましょう。それでは本日の動画は終了です。お疲れ様でした。お大事に。